こんにちは。日本語学習ポッドキャストへようこそ。皆さんこんにちは。日本語の旅へようこそ。僕はホストのレンです。今日は正直個人的にも大好きなテーマです。ひなさん、今日もよろしくお願いします。こんにちは。ひなです。今日のテーマを聞いた瞬間、テンションが上がりました。テンションが上がるというのは、気持ちが高ぶって興奮するという意味の現代的な表現です。リスナーの皆さん、今日はとびきり楽しい回になりますよ。今日のテーマは日本のアニメ文化。アニメというのは日本発祥のアニメーション作品の総称です。総称というのはある種類全体をまとめて呼ぶ名前のことです。今やアニメは英語でもそのまま使われる世界語になりましたね。本当にそうですね。アニメという言葉は今やフランスでもブラジルでもアフリカでも通じる言葉です。日本の文化輸出の最大の成功例の一つと言えると思います。文化輸出というのは自国の文化を海外に広め影響を与えることです。では今日はアニメの歴史と起源から始まって日本社会とアニメの関係、世界への影響、そしてアニメファン文化までたっぷり話していきましょう。ひなさん、まずアニメの始まりから教えてもらえますか？日本のアニメの歴史は思っているより古くて、最初のアニメーション作品は1917年まで遡れます。遡るというのは時間を過去にたどって戻るという意味です。西洋のアニメーション技術が日本に入ってきて、それを日本人のアーティストたちが独自のスタイルに発展させていきました。1917年、100年以上の歴史があるんですね。でも現代アニメの父といえばやはり手塚治虫ですよね。手塚治虫というのは鉄腕アトムや火の鳥などの作品を生み出した日本の漫画アニメの基礎を作った伝説的なクリエイターです。まさに手塚治虫が1963年に鉄腕アトムのテレビアニメを始めたことが日本のアニメ産業の本格的なスタートと言われています。鉄腕アトムというのは原子力で動くロボット少年が活躍する SF アニメで、後のロボットアニメや宇宙アニメすべての先祖的存在です。手塚さんが神様と呼ばれる理由がよくわかりますね。〇〇の神様というのはその分野でおいて誰もかなわない最高の存在という意味の称号です。そこからどう発展していったんですか？1970年代80年代にはガンダムなどのロボットアニメが大ヒットして、アニメが子供だけでなく大人も楽しむコンテンツになっていきました。コンテンツというのは映像、音楽、ゲームなど人が楽しむための情報や作品のことです。そして1988年の隣のトトロ、蛍の墓、1997年のもののけ姫でスタジオジブリが世界的な注目を集めます。スタジオジブリは日本アニメを世界に知らしめた存在ですよね。知らしめるというのは広く世界に伝え知ってもらうという意味です。千と千尋の神隠しはアカデミー賞長編アニメ映画賞を受賞した日本映画史上の大きな快挙でした。快挙というのは素晴らしい成果、誰もが驚く偉大な達成のことです。そして2000年以降はインターネットの普及で、ナルト、ワンピース、進撃の巨獣、鬼滅の刃などが世界中でリアルタイムに視聴されるようになって、普及というのは広く行き渡ること、一般的になることですが、アニメはもはや世界的なポップカルチャーの一部になりました。ポップカルチャーというのは大衆に広く親しまれている文化のことです。日本国内でのアニメの位置づけについても聞かせてください。日本人にとってアニメはどんな存在ですか？外国ではアニメは子供のものというイメージがまだある国もありますよね。日本では完全に全世代のエンターテインメントです。全世代というのは子供からお年寄りまで全ての年齢層のことです。子供向けのドラえもんやアンパンマンから、大人向けの広角機動隊やベルセルクまで、ターゲット年齢によって明確に分かれています。ターゲットというのは対象、狙いとする層のことです。漫画雑誌のカテゴリーも面白いですよね。少年ジャンプは少年向け、少女漫画は少女向け、青年漫画は青年男性向け、女性漫画は大人の女性向けと、それぞれ異なる読者を対象にしています。そうです。アニメ産業の規模も非常に大きくて、日本アニメの世界市場規模は2022年に約2兆5000億円を超えたと言われています。市場規模というのはある産業のビジネス全体の大きさ、お金の動く量のことです。日本の GDP にも貢献する重要な産業になっています。
2兆5000億円。アニメは日本の重要な輸出品の一つなんですね。輸出品というのは外国に売り出す商品のことです。それだけでなく、アニメが観光にも影響していますよね。聖地巡礼という現象もあります。聖地巡礼、これはアニメファンにはたまらない文化ですよね。聖地巡礼というのはアニメの舞台となった実際の場所を訪れる旅のことです。宗教の聖地巡礼になぞらえた言葉で、ファンにとってその場所は本当に聖なる場所なんです。なぞらえるというのは似た別のものに例えることです。鬼滅の刃の舞台になった場所や、君の名はの舞台になった新宿や平を訪れるファンが世界中からたくさん来るようになりましたよね。外国人観光客がアニメの聖地を目的に日本に来るのは今や珍しくない光景です。アニメツーリズムという言葉もあるくらいです。ツーリズムというのは観光のことで、アニメを目的とした観光が一つのジャンルになっています。日本の地方自治体がアニメとコラボして PR する例も増えていますよね。コラボというのはコラボレーション、つまり共同作業、共同プロジェクトのことです。アニメと切り離せない文化としてオタクという言葉がありますよね。オタクという言葉の意味とその文化について教えてください。オタクというのはもともと特定のジャンルに深くのめり込んでいる人を指す言葉で、のめり込むというのは夢中になって深く関わることです。かつてはネガティブなイメージもありました。ネガティブというのは否定的、悪いイメージのことです。でも今はオタクは誇りを持って使われる言葉になっています。英語でもオタクは肯定的な意味で広まりましたよね。肯定的というのは良い、ポジティブという意味です。私はアニメオタクですと誇らしげに言う外国人ファンも増えています。誇らしげというのは誇りを持って堂々としている様子のことです。秋葉原はそのオタク文化の聖地として世界中から注目されていますよね。秋葉原というのは東京にある地区で、アニメ、漫画、ゲーム、フィギュアなどオタクグッズが集まる一大スポットです。一大スポットというのは非常に重要な場所という意味です。秋葉原を歩くとコスプレした人、限定グッズを求めて並ぶ人、フィギュアのショーウィンドウを熱心に見る人、エネルギーがすごいですよね。コスプレというのはコスチュームプレイ、好きなキャラクターの衣装を着て楽しむ文化のことです。アニメにはいろいろなジャンルがありますよね。ジャンルというのは種類、分類のことです。代表的なジャンルを教えてもらえますか？たくさんあります。バトル、アクション系はナルト、ドラゴンボール、鬼滅の刃など。ファンタジーはソードアートオンライン、リ・ゼロなど。スポーツは配球、弱虫ペダルなど。日常恋愛はトラドラ、あの花など。SF、サイエンスフィクションは広角機動隊、エヴァンゲリオンなど、本当に多様です。多様というのはいろいろな種類があるという意味ですね。ひなさんの推しジャンルは何ですか？推しというのは一番好きな、強く勧めるという意味の現代語です。私は青春ものが好きです。学校生活や青春の輝きを描いた作品。4月は君の嘘とか、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないとか。青春というのは若い時代の情熱や輝きに満ちた時期のことです。見終わった後に切なくなるやつが特に好きです。切ないアニメで泣くやつですね。切ないというのは悲しいような、胸が痛いような甘くぶらすい感情のことです。あの花で泣かない人はいないと思います。僕は進撃の巨人派です。ストーリーの複雑さと世界観の作り込みが半端ないです。半端ないはものすごい、並外れているという意味の口語表現です。ひなさん、アニメにまつわる個人的な思い出や体験を聞かせてください。アニメがあなたの人生に影響を与えたことはありますか？あります。実は蜂蜜とクローバーというアニメが私が将来を真剣に考えるきっかけになりました。蜂蜜とクローバーというのは美術大学の学生たちの青春と恋を描いた作品です。主人公たちが自分は何のために生きているのかと悩む姿が高校生だった私に刺さって。刺さるというのは口語で深く心に響く、自分のことのように感じるという意味でしたね。アニメが人生の問いを与えてくれることがあるんですね。
エンターテインメントであり、哲学でもある。哲学というのは、人生、存在、価値などの根本的な問いについて深く考えることです。まさに、アニメにはこんな風に生きたい、この人みたいになりたいと思わせるキャラクターがたくさんいます。ナルトの諦めない心、鋼の錬金術師のエドワードの過ちから学ぶ強さ。アニメのキャラクターが人生の指針になることって意外と多いと思います。指針というのは方向を示してくれる目印、生き方の道しるべのことです。諦めない心、仲間を大切に、自分を信じる。少年漫画のテーマって実は普遍的な人生哲学なんですよね。普遍的というのは時代や場所を超えて誰にでも当てはまるという意味です。だから世界中の人の心に届くんだと思います。世界のアニメへの影響についても話しましょう。アニメは今や映画界やファッション、音楽にまで影響を与えていますよね。そうです。映画界への影響は大きくて、ウォシャウスキー姉妹がマトリックス制作時に広角機動隊にインスピレーションを受けたことは有名です。インスピレーションというのは想像のきっかけ、ひらめき、刺激のことです。ディズニーもジブリ作品から多くを学んだと公言しています。公言するというのは公にはっきりと述べることです。マトリックスと広角機動隊のつながりは本当に有名ですよね。ファッションへの影響もありますよね。ハイブランドがアニメキャラクターとコラボしたり、ストリートファッションにアニメグラフィックが使われたり。ハイブランドというのはグッチやルイ・ヴィトンのような高級ファッションブランドのことです。音楽への影響も大きいですよ。アニソンと呼ばれるアニメのオープニング・エンディング曲は、それ自体が一つの音楽ジャンルになっています。アニソンというのはアニメソングの略です。YOASOBIのアイドルが世界中でヒットしたのも、アニメ推しの子のオープニングとして注目されたからですよね。アイドルは本当に世界規模のヒットでしたよね。Spotify でも世界チャートに入って、アニメとアニソンがセットで世界市場を席巻している。席巻するというのは勢いよく広がって制覇するという意味です。最後に、このポッドキャストのリスナーにとって特に嬉しいポイント、アニメで日本語を学ぶことはできますか？できます。実際にアニメで日本語を覚えたという外国人は世界中にたくさんいます。日常会話フレーズ、感情表現、文化的なニュアンスも自然に身につきます。ニュアンスというのは言葉の細かい意味合い、漢字のことです。ただし、アニメの日本語は少し誇張されているので、誇張するというのは実際より大げさに表現することですが、実際の会話と少し違うこともあるので注意が必要です。確かに、アニメのキャラクターみたいに、我が輩は何々であるぞとか話したら、現実の日本ではちょっと面白いことになりますよね。でも、入り口としては最高。入り口というのは何かを始めるきっかけ、スタートポイントのことです。アニメが日本語学習への情熱に火をつけてくれるなら、それは素晴らしいことです。ひなさん恒例の素早い質問コーナー、一言で答えてください。無人島に一本だけアニメを持っていくとしたら、ハチクロ、何度見ても新しい気づきがある。神回だと思うアニメのシーンは？神回というのは神がかった回、つまり完璧すぎて伝説になるほど素晴らしいエピソードのことです。進撃の巨人の最終話前のエレンの選択のシーン。あれは息もできなかった。息もできないというのは緊張や驚きで完全に固まってしまうという比喩表現です。ネタバレなしでうまくまとめましたね。アニメで初めて泣いた作品は？蛍の墓。小学生の時に見てしばらくご飯が食べられなくなりました。あれは今でも直視できない。蛍の墓。みんなトラウマになる作品ですよね。あれは反戦メッセージが深く込められていて、反戦というのは戦争に反対することです。アニメで社会的なメッセージを伝えることの力を教えてくれる作品です。今日は日本のアニメ文化というテーマで本当に情熱的で充実した時間でした。アニメの歴史、日本社会との関係、世界への影響、オタク文化、そしてひなさんの心に響く個人的な話まで、情熱的というのは強い熱意と感情を持ってという意味です。アニメは単なる絵が動くものではなくて、日本の文化、哲学、感情、歴史が詰まった芸術作品だと思います。詰まったというのはいっぱいに込められたという意味です。それが世界中の人の心を動かす理由だと私は思います。
アニメは言語の壁を越える力を持っていますよね。言語の壁を越えるというのは、違う言語を話す人たちの間にある障壁をなくして心でつながるということです。涙や笑い、感動は翻訳不要ですから。翻訳不要というのは言語を変換しなくても伝わるという意味です。リスナーの皆さん、もし今までアニメを見たことがなければ、ぜひ一本試してみてください。まずはジブリ作品か君の名はあたりがおすすめです。そしてアニメを日本語で見ながら今日覚えた言葉を聞き取ってみると日本語の勉強にもなりますよ。ひなさん、今日も最高でした。リスナーの皆さん、楽しんでいただけたら高評価、登録、シェアをよろしくお願いします。アニメ愛を世界中に広めていきましょう。では次回またお会いしましょう。さようなら。アニメ愛を世界に、最高の締め方ですね。皆さんさようなら、また次回。